皆さんこんにちは。みゆきしんぺいです。お元気ですか？今日もね、心のままにね、何か話してみようかなと思うんですけどね。いや、最近ね、動画の始まりにね、ちょっと咳したりとかね、なんかね、この咳とかもね、ちょっとやめとこうかなとかね、取り直そうかなとかね、思ったりもするんですけど、まあこれもね、まあそのまま出してみようかなみたいなね、本当に素直にね、ありのままをなんか出せるようになったら嬉しいななんてね、そんな風にちょっと思ってるんですよね。でね、なんか最近なんですけど、朝にね、音楽をね、結構かけるようにしてるんですよ。音楽って、今までね、あんまりね、なんていうんですかね、こう部屋の中にね、流したりしなかったんですけど、ちょっとね、朝からね、音楽のある、そんな生活にしてみようかなってね、そういう風に思ってるんですよ。どんなね、音楽かっていうと、とてもね、穏やかなね、音楽なんですよ。最近聴いてるのは、ケルト音楽とか、あと、朝からね、こう、ゆったりとしたね、時間が流れるようなね、そういう優しい音楽をね、かけるようにしてるんですよね。でね、その音楽を流したまま、そのまま、朝のね、なんかちょっと畑に出てね、水やりをしたりとかね、その畑の気持ち、畑を育ててるような気持ちのままね、株の相場をちょっと見てみたりね、そういうことをね、ちょっとやったりしてるんですよね。ちょうどね、そういったことが終わってね、今こんな風にね、話してるんですけど、やっぱりね、優しい音楽とかね、外から来るものにね、人間って反応していくとこあるなと思うんで、そういう気持ちを受けたままね、植物とかね、その株式相場とかに向き合うとね、すごいね、穏やかな気持ちでね、いられるっていうかね、やっぱりそんな、カッカしながらというかね、怒りながらやるようなもんじゃないなと思うので、こういうところからもね、習慣を作っていくというかね、優しい気持ちでいられるようにね、一日を作っていけるってね、そんな風にちょっと思うんですよね。で、この前ね、日本にね、帰ったんですよ。日本に。実家なんですけど、実家でね、ちょっとしばらくゆっくりしてみようかなと思ってね、帰ってみたんですよ。で、実家はね、音楽とかね、全然流れてないんですよ。音楽は流れてないんですけど、こう、どっちかっていうとね、母親がね、よく見てるテレビとかね、バラエティの番組とか、ドラマとかね、なんかそういうのがね、流れてたりしてね、音楽はね、全然流れないんですよね。で、それで音楽をね、よく聴きながら生活しているみたいなのをね、アメリカでやっていたりすると、日本に行った時に、あれ音楽がないんだってね、そういう風に思うようになるんですよね。でも、自分がね、小さい頃から育ってきたその家では、音楽なんてね、流してないんで、音楽がないっていうのも、また最近僕の中にできたなんか新しい習慣なんだなって、そういう時にまた思うんですよね。でね、しばらくね、日本にいるとね、実家にね、いるとね、音楽ないのもまた普通だなってね、そういう風に戻っていくというかね、なんかそれどころか、庭のね、鳥の鳴き声とか、夜になるとね、カエルとかね、その自然の音がね、たくさんするんですよ。夜遅いとね、暗闇で静かなのでね、もっと自然の音にね、耳を澄ますようになるというか、そういうのをね、こう聞いてると、自然の音がものすごくたくさんするなーってね、うちはすごい田舎の方にあるんで、なんかそういうのをね、聞いてるとね、ここではね、音楽なんて確かにいらないのかもしれないなと。そういう鳥のさえずりとか、カエルの声とか、そういうのがここでは音楽なんだなみたいなね。またね、なんかそういうことをね、思うように、ね、なっていくんですよね。そこにはもう音楽があるって言いましたけど、もうそこには何かでこう満たされてるというか、
必要なものはもうそこにあるんだったら、新しいものはやっぱり入っていかないというか、そこにはもう場所がね、もう埋まってるんで、無理やり何かを持ち込もうとしても、なんかあんまりうまくいかないんだなとかね、またそんなようなことをね、感じましたね。楽器をね、演奏するのがね、結構好きなんですよ。全然ね、上手なわけじゃないんですけど、弦楽器とかね、なんか音色が好きで、まあ普段話してるね、波とかね、なんか高い音とか低い音とかね、そういうのをなんかうまく表現できる感じがしてね、なんかそういうの好きなんですよ。で、僕はね、ウクレレが好きなんですけど、優しい音楽。ハワイもね、すごい好きですし、ウクレレをね、たまに弾いたりするんですよ。それで、まあちょいちょいね、練習っていうかね、遊んだりしてるんですけど、なんかね、どうしてもね、こう弾いてるとね、左手がね、なんか気になってくるんですよ。左手のね、弦をね、押さえるところじゃなくて、ウクレレ自体を支える左手の親指ですかね。なんかそこがね、すごくね、なんかすごくそこにストレスを感じてくるんですよ。これ何なんだろうなと思って、なんかこういうのって練習してるうちにどんどんね、なんか克服していけたりするものなのかななんてね、そう思ったりもするんですけど、でも、例えば中学校のね、時にね、友達がまあギター弾いてたんですよ。その時にね、ギターとかちょっと買ってみてね、弾いたりしたんですけど、なんかその時からね、なんかずっとある感覚なんですよね。こう、左手がなんか落ち着かないみたいな。で、なんか、まあ思うわけですよ。これってなんか、こういうことが、本当は、向いてないってことなんじゃないかなとか思って、こんなことを考えない人絶対いるだろうな、みたいな。そう思うと、また今度は逆に、もっとね、すんなりとね、自分ができるような、なんかそんな楽器ってあるんじゃないかなとかね。なんか僕はね、怠惰なので、すぐね、そういう考え方をしてしまうんですよね。でね、最近ね、気になってるね、楽器があるんですよ。どんなのかっていうと、金属製のね、太鼓みたいなね、打楽器っていうかね、そういうもんなんですけど、音程もね、音階もちゃんとあってね、叩くとね、すごい素敵な音がするんですよね。動画でね、よく流れてるんでね、見るんですけど、まあ、どんな形かっていうと、料理で使う、ボールあるじゃないですか、丸い。それをね、上下にね、2つ貼り合わせたみたいなね、そんな形なんですよ。円盤っていうか UFO みたいなね、そんな形っていうか、ドラえもんをね、知ってる方だったらね、ドラ焼きみたいなね、そんな形なんですよ。で、そこにね、こう、デコボコがね、なんかちょっと、あしらってあってね、そのデコボコがなんか音階を生み出してて、でそこを叩くとね、綺麗な音がするんですよ。手でね、こう、パン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 って叩くんでね、ハンドパンって言うんですけど、調べたらね、スイスのね、楽器みたいなんですよね。その音色がね、なんかこう、素敵だなと思いますしね。あと昔ね、ちょっとドラムもやってたんで、太鼓はね、叩くのはね、全然苦じゃないんですよね。そこに音階があって、そしたら、もっと自分の気持ちをストレスなく表現できるんじゃないかな。ストレートに表現できるんじゃないかな。なんかそんな風に、ここを叩いたらこんな音がするなとかを、こう、体感でどんどんね、歩くように、触るように、話すように、そんな風に弾ける楽器なのかもしれないな、みたいなね。まあ、そんなまた甘いことをね、怠惰なことをね、考えてしまうんですよね。そんな風にね、ちょっとウクレレとかね、弦楽器とかね、やったことあるし、とか、そういうね、ことも一つなんですけど、その愛着をね、外していくっていうのもね、またちょっと挑戦するのも楽しいかなってね。そんなわけでね、ハンドパンをね、ちょっと調べたりね、見に行ってみたりね、ちょっとしてるんですよね。今日はね、こんな話ですね。
なんというかね、あまりにね、当たり前になってくることって、もう当たり前すぎてね、こう考えなくなっていきますよね。それって一つにはもうその物事をね、極めたというかね、こう無意識にできるぐらいまで落とし込んだってね、まあそういう風にもね、思いますよね。例えば歯磨きとかね、散歩したりとか、そういったことってもうあんまりもう考えないじゃないですか。右足を出して、左足を出して、右足を出してとかね、そんなの考えないですけど、でも例えば怪我とかしてね、歩けなくなったりしたらリハビリをして、その時はまた右足を出して左足を出してっていう風にね、またそういう風に戻ってくるというかね。で、そういうことを思うとね、こう旅をするってやっぱ大事だなと思うんですよね。こう自分はね、自分のままでね、こう世界だけがね、ガラッとね、こう変わったりするんでね、その中でね、自分が普段から持ってる習慣を見直したりね、またその旅先でね、新しいものが自分の中にこう入ってきたりとかね。なのでね、その旅をしながらね、大事だなと思うものは連れて行ってね、まあこれはまた変わっていってもいいのかなというものはまた変化をしていってね、そういうのをこう繰り返していくというかね。それでね、ここでね、まあさよならだなっていうものと別れても全然いいなと思うんですよ。それがね、またね、恋しくなったらね、また戻してみてもいいし、それで、まあ、戻せないものもね、もちろんあるんですけど、そこをなんかこう、戻せないけども、でもそこで別れるっていう決断をした自分もね、また尊重してね。そしたら、自分の決断を尊重さえできたら、その別れるってことにもすごく意味のあることに、ね、なってね、自分の中に残るんでね。そしてまた、そこにはまた一つスペースっていうかね、場所ができてね、今度はまたもっとね、大事なものがね、そこに入ってくるんじゃないかな、なんてね、そんな風なことを思ったりしますね。聞いてくれてね、ありがとうございます。いつもね、こんなちょっとねこんな話ばっかしちゃうんですけどね。こういう話聞いてね、少しでもね、生きるのがね、楽になるっていうかね、なんか楽しく生きていってくれたらね、嬉しいなと思ってね、こんな話をたくさんしてます。聞いてくれてありがとうございました。またね。